ひな人形を飾るようになったのは江戸時代と伝えられています。京都では向かって右側にお雛、左側に女雛を飾るのが習わしです。これは君主は常に南側を向き、日の昇る東側に座るという宮中の儀式に由来したものです。今回の主人公は西陣で90年続く有職京人形師大橋一方三代大橋義行さんです。大橋さんが工房兼店舗を構える上京区千本出水は平安時代、天皇が即位式をはじめ国家の重要な儀式を行った大極殿の北側にあります。大橋さんの祖父で初代大橋和義さんは江戸時代元禄年間から続く京人形師の下で修行を積み、昭和7年に有職京人形師として独立しました。有職京人形師とは、貴族の伝統的な行事や儀式に関する知識である有職古実に基づいて、宮廷文化を写実的に人形に再現する職人のことです。工房を代表するこちらの有職雛、朱雀王子大極殿雛は、京都御所内京都迎賓館でも展示されています。先代からの、そういう事例を、余生に伝えていくために有職古実というのがございまして、物事をする時にもこういう時にはこういうものを着るっていう約束事がございますので、そういったものを忠実に再現するっていうのが私どもの仕事でございます。お雛さんのお飾りの時期は2月上旬から3月にかけてですので、五つ絹なんかですね、十二一重に着る着物なんですけども、梅が紅梅していく梅が匂いというようなグラデーションのかかったお衣装を使うことが多いですね。吉祥文様と申しまして、例えば丸い文様なんですけれども、鶴が向かい合った向かい鶴であったりですとか、蝶が重なり合った向かい蝶ですとか、おめでたい柄のものを使用するようにしております。有職文様は公家の位や年齢などによって用いる文様が細かく定められています。大橋さんの人形作りは西陣織の反物を選ぶこと、特注することから始まります。人形作りの要ともいえる寸法帳、初代から時代に合わせて書き換えながら90年間引き継がれてきました。端数ミリだけをのり付けする浮き張りという技法で生地の裏側に型紙を貼ります。こうすることで生地と和紙の間にふんわりと空間が生まれ、衣が柔らかい風合いになるのです。平安時代の高貴な女性たちは四季の変化によって移り変わる色彩を十二一重の重ね色目に取り入れて楽しんだと言われています。ひな人形には3000を超える制作工程があります。胴体には稲わらを束ねたわら胴を使います。頭師、紙付け師、手足師、小道具師など分業化された専門職人たちの技をまとめ上げるのが人形師です。パーツの一つ一つが伝統工芸品。女雛はお雛と比べて手首が見えないよう手を取り付けるなど、細部まで考え尽くされたバランスで組み上げていきます。いよいよ人形の良し悪しを決める貝直りの工程です。千枚通し一つで一気に人形の腕を折り曲げる熟練を要する最終工程です。やはり人間が正座した時に手は膝の上に置くような形ですので、やはりお人形もできるだけ手の位置が低い方が落ち着いて見えますし、姿形どれだけ、自然に人間のような優美な表情が出るかなというところを日々模索しながら作っているところでございます。
やはり父のした作品を見たりですとか、祖父のしたものを見て、どこが違うのかなというのは日々思ってますね。先代で父の義夫さんは御年81歳。現在も現役の職人として毎日工房で仕事をしています。でうちのお人形はもう姿ですね。形は誰でも作れますけど、その姿作るのが難しいんですわ。殿の大雛ですね、あれははまぐり添えといって、殿の袖がはまぐりの貝のように塞いでる、そういうのがうちの特徴ですし、たかがひな人形お人形ですけども、やっぱ奥深いもんですしね、まだまだ作る、どういうのかな、いいものを作ろうと思ったらなんぼでも作れる方法とか作れるものがありますし。こちらは父義夫さんが40代で創作した河川美奈。高貴な男女が和歌を詠む姿が華やかな通好みの変わり美奈です。昔の段飾りで出すのが大変ですとか、女の子がおられない方ですとなかなかね、関心がないと思うんですけども、やはりこの春が来て、お雛さんの時期だなと思っていただけるようなことを私どもが環境を作っていくっていうのも使命かなとは思っております。京都市上京区役所では3月3日に合わせてひな祭りのルーツである上司の節句の歴史と文化を伝える展示が行われていました。上京区の旧家が所有する由緒ある段飾りのお雛様と並んで、大橋さんが飾ったのは新作の小ぶりのひな人形。有足美奈の技術とルールを守りながらも、現代的で明るい色調の衣装を仕立てました。最近は住宅事情の関係でやはりコンパクトなものも好まれますので、ニーズに合ったものを展示させていただいて、昔のもの今のものというのを見ていただけたらと思ってます。京美奈の伝統を次世代へつないでいくために、大橋さんは新しい感覚のひな人形作り、話題作りにも力を入れています。特徴的な顔立ちをしているひな人形、その名は次郎左衛門。江戸時代の人形師比奈屋次郎左衛門によって創案され、大名や公家に好まれたひな人形です。実はこの後、この次郎左衛門美奈が大活躍します。京都西陣で有足京人形を作る大橋一法三代大橋義行さん。この日、西陣織の卸問屋に大橋さんの姿がありました。毎年ひな人形作りが一段落する2月の中旬、来年度に向けて金蘭の織物の新作発表の展示会をめぐり、仕入れの取り決めを行います。定番の有足文様以外にも新作用の生地も検討します。若い方の感覚とか、そういうのは今こういうの色を取り入れてはるのかなっていうのをちょっと勉強にもなりますし、それをうちにどう落とし込んでいって、うちなりのものをどういうふうに表現するかということですよね。はい。そんな仕入れの様子を覗いているのが、あれ、先ほどの次郎左衛門美奈。もっと京人形を身近に知ってもらいたいと、大橋さんはスタッフと一緒に次郎左衛門美奈を工房のキャラクターとして、人形作りの裏側や年中行事などを SNS で発信しています。職人としてあまり難しいことを SNS で発信してもなかなか皆さん関心がないと思いますので、やはり人形化したキャラクターで少しちょっとカジュアルな感じで発信しようというのは心がけています。小道具作りも本格的。季節ネタやトレンドワードを取り入れるなど、日々工夫を重ね、より多くの人にひな人形の話題を届けたいと考えています。で今日あげたことも明日見てくれはりますし、今日あげたことは明後日しあさってずっと続いていくんで、きちっと遊ぶっていう感じですかね。できちっと仕事するっていうふうに心がけてます。はい。
祖父母が思う気持ちですとか両親が思う気持ち、やはり子どものためのお節句だということですよね。もう病気をしないで無事に育ってほしいという思いを人形を通じて子ども、その次の子どもに伝えていってほしいというのが私ども職人としての願いです。有足京人形師大橋一方三代大橋義行さん。ひな人形は大橋さんにとってさまざまな思いをつなぐタイムカプセルなのです。